バンバンのストーリーは大きく分けて3つの軸によって構成されています。一つはバンバンとウスマンの実験、もう一つは主人公の子供の行方、そして最後が王国についてです。このうちバンバン誕生に関わる実験やウスマンの計画については過去の動画でも詳しく考察してきました。今回は王国の謎について解説と考察を交えながら迫っていきたいと思います。内容が長くなるため王国の崩壊までを3回に分けて投稿していきます。まずはそのきっかけとなった存在、ダダドゥ教について深掘りしていきましょう。王国誕生と裏切りの歴史、調査と分析を進める中でこの王国には実に多くの謎が隠されていることが分かりました。まずは王国の誕生について解説していきます。王国は地下に廃棄された実験体たちによって築かれました。そのことを示すのがトードスターのセリフです。俺はお前たちにゴミのようにここへ投げ込まれた。希望もなく、行くあてもなく、寒さに凍え、約束された地上から遠く離れて、だがどん底で俺は見つけられ、受け入れられた。その時、俺は女王を守護する者になると誓ったんだ。この言葉から女王がいる王国はすでに存在しており、トードスターは新たな国民として迎え入れられたことがわかります。さらにブラシスタの絵画からはバウンセリア、ピターギグル、ダダドゥ教、シリンジョン、ブラシスタが王国のメンバーだったことが確認できます。レポートには記載がありませんが、キティザウルスもペットとして共にいたことが示唆されています。この王国を全ていたのはクイーン・バウンセリアであり、彼女はセプターを持ち権威を示していました。しかしその後、悲劇が訪れます。彼らは最終的にダダドゥ教を裏切り、バウンセリアのお腹にノーティワンズと共に彼を封印してしまったのです。さらにビターギグルの裏切りによってバウンセリアは爆笑。これをきっかけにダダドゥ教は復活し、バンバンを瀕死に追い込む事態へと発展しました。そして最後にはシリンジョンが王座を奪い取り、独裁政治を敷くまでに至ってしまったのです。まさに裏切りの連続。なぜこのような事態になってしまったのか。裏切られたダダドゥ教。では、なぜダダドゥ教が裏切られたのか、あなたは知っていますか？そのヒントは、バウンセリアの更新レポート15にあります。初の調査遠征が本日実施され、その結果は非常に緊急性をもって報告された。調査チームはケース14とケース18が自身のゲノムを用いて新たなケースを生み出している証拠を確認した。予測では反乱が差し迫っており、今後の対応について経営陣の指示を待っている。管理部が王国メンバーの反乱を予測できた理由は、セプターの更新レポート23に記されています。セプターの能力を利用し、ジバニウム基盤のボディを乗っ取り、支配し、自らの命令に従わせている。つまり、ジバネティック波を用いた遺伝子操作によって、ジバニウム製の実験体を命令に従わせることが可能であると説明されていたのです。理由は言うまでもなく、これは非常に危険である。管理部は、王国メンバーがこの能力を持つセプターを所有していることを強く懸念していました。ここから導かれるのは、ノーティワンズを兵隊として増やし、人間たちに復讐するのではないかという想定です。実際、新たに形成されたサブケースを完全に抹消することという指示は、兵士の数を増やしていた証拠と言えるでしょう。特にこの能力を行使できるバウンセリアとダダドゥ教は、管理部から危険視されていたと考えられます。そんな中、経営陣はさらに恐ろしい計画を進めようとしていました。本件は、稼働中のケースをケース 20B へと変換するという経営陣の決定を再考していただきたいという要請である。これはつまり、すべての実験体をセプターの力で従わせる計画です。しかし管理部はこれに反対しました。ケース 20B へと変質した場合の長期的な影響については依然として不明である。稼働中のケースを 20B へと変換することは前例のない副作用のリスクを伴う。我々はすでに多くの副作用に苦しんでいるのだから、これ以上未知の危険を抱え込むべきではない。つまり、管理部は経営陣の無謀な計画と、王国メンバーの反乱という板挟みにあっていたのです。ケース 20B に分類される個体は明らかに不完全であり、大規模に製造すべきではない。あまりにも資源の無駄となる。もし計画が失敗すれば、貴重なジバニウム資材も失われてしまう。それが管理部の懸念でした。そこで管理部は、王国メンバーとの間に取引を持ちかけます。彼らがその邪悪な計画を進めるか、あるいはこれまでに成し遂げたあらゆる成果を完全に破壊するかについて、24時間の猶予が与えられた。もし前者を選択した場合、極めて暴力的な結末が示唆されていた。要するにこうです。全員を 20B に変えて人間に従わせる計画は進行中だ。
攻撃的な行動をやめるなら、君たちの命も資源も守られる。この取引の結果、王国のメンバーたちは話し合いの末、邪悪な計画の首謀者とされたダダドゥ教、そして彼が生み出した成果物であるノーティワンズをバウンセリアのお腹に封印することを選んだのです。レポートにはこうも記されています。ケース4、9、14、17は管理側との取引対象として選定。このことは、その計画に最も賛成しているように見えるケース18には知らされていない。ケース番号の一致や管理部がダダドゥ教を指名しており、彼一人が犠牲となったことも記されてます。我々の計画は失敗し、君たちは全員罰を受ける勇気もなく逃げ出したのだ。お前は楽な道を選び、私一人に全ての代償を払わせた。シリンジョンもこう語っています。狙っているのは彼を裏切った者たちで、その中には私も含まれている。もし我々が臆病者にならず、彼の側に立っていれば、勝利できていたかもしれない。まとめると、ダダドゥ教が裏切られたのは、経営陣の無謀な計画と、管理部と王国メンバーとの取引による鎮圧のため犠牲にされた、ということが分かりました。ダダドゥ教の内通者、バンバン4では、謎のメッセージが見つかります。これはレポートの QR コードから YouTube 上で視聴できる、秘密のメッセージです。そうか、お前が私の救い主なのか。ありがとう。私と仲間たちは、間もなくこの牢獄から脱出する。そして混乱が訪れるだろう。まだ間に合ううちに、この場所から逃げろ。私の戦いの相手はお前ではない。これが唯一の警告だ。この語り手は、明らかにダダドゥ教です。実際に作中でも、これが私の牢獄の鍵をしまってあった場所か、私の警告は届いていたはずだ。お前には混乱から逃げるチャンスがあったのだぞ、と語っており、同じ人物であることがわかります。したがって、私と仲間たちとはダダドゥ教とノーティワンズを指していると考えられます。では、この警告は誰に向けられたのか、私の警告は届いていたはずだ、という言葉の直後に、プレイヤーへ向けて方向する描写があります。さらに、安心しろ、彼はお前を狙ってはいない。いや、そうか、お前が私を解放したものか、破壊の二人組か、すべての原因はお前たちじゃないのか、といったやりとりから、主人公であるプレイヤーに直接語りかけていたと推測できます。加えて、このメッセージはバンバン4で発見されながらも、自作の内容を含んでおり、しかも現実の YouTube 動画というプレイヤーにしか見られない形で発信されています。さらに、封印されていたダダドゥ教とゲーム上で物理的に接触できる存在はいません。これらの点から、この秘密のメッセージは ARG 要素であったと考えられます。ブラシスタへの警告。私は、この警告はブラシスタに向けられたものでもあったのではないかと推測していました。その根拠となるのが、彼女の唯一の更新レポート34です。この特定のケース群との接触は今回で3度目となるが、その際、ブラシスタが同行している姿は確認されなかった。1度目の調査は、王国に兵隊が増えていたと発覚したとき、2度目は管理部との取引をしたとき、そして3度目でブラシスタの姿が確認されなかったことがわかります。ケース29がこの反逆者集団を離れたか、あるいは仮想で命を落とした可能性を示している。ケース29の行方についての情報提供を拒否し、誰も知らないと主張している。ブラシスタの謎の失踪は、先ほどのダダドゥ教のメッセージ、まだ間に合ううちに、この場所から逃げろ。これにより姿をくらませたのかとも考えられます。しかし、ブラシスタにはお腹の中にいるダダドゥ教との物理的な連絡手段が現状ではないため、矛盾が生じてしまいます。ケース29の行方についての情報提供を拒否し、誰も知らないと主張している。つまり、ブラシスタは理由があって王国メンバーから離脱し、誰にも告げずに姿を消したということになります。次回作でのキーパーソンとなるブラシスタの過去や、なぜ王国を離れたのかについては、次の動画で考察していきたいと思います。この動画が参考になったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。